こじゃ L 結界密度が強すぎて助けに来れないわ。荒北仮面。俺の名は荒北仮面。新世紀エヴァンゲリオンレーザーディスクボックス仕様を持っている熱狂的エヴァンゲリオンファン。世界中のコアなファンが俺の宝を狙って血眼。ところがこれがやらねえんだな。まあ自分で言うのもなんだけど、聖地巡礼動画を作らせたら世界一。それがこの俺荒北仮面だ。つうわけで今回は新エヴァンゲリオン劇場版聖地巡礼をするため静岡県浜松までやってきた。さあお目当ての聖地はどこにあるんだ。オーマイガー、自転車進入禁止の道路標識があるじゃねえか。この橋はチャリじゃ渡れねえから歩道に移ろう。そしてなんだ、この辺りから L 結界密度が高くなってきたな。自我境界線失わねえようにしねえとLCL になっちゃうんじゃない？やばいんじゃない？つうわけで不思議ちゃん、まなみ太陽と第三村の入り口までやってきた。だがしかしここらへん L 結界密度が高すぎる。自転車進入禁止の道路標識破ってたら自我境界線失うところだったんじゃない？いややばいんじゃないって話。マングリルだよね。細心の注意を払いながら聖地巡礼行ってくるぜ。あとまあこれは常識的な話な、クソ真面目な話になっちまうが、いろんなアニメ、いろんな映画の聖地巡礼をする際、道路交通法を守ることはもちろん、ね地域の皆さん、ね、地元住民の皆さんにご迷惑をかけないように、聖地巡礼する。それがね、俺たち巡礼者に最低限求められるマナーだ。お前たち絶対に違法行為するんじゃねえぞ。でこの俺が、Google ストリートビューで調べた結果、この先にねトンネルがあるはずなんだ。劇中健介とアスカの愛の巣で、シンジ君がいじけていたらね、アスカがうざいって言いながらね、シンジ君の口にレーションをね、ぶっ込んだ。そしてシンジ君いじけちゃって、家を出ていく。その時にシンジ君が通ったトンネル、劇中では線路の上にあるトンネルなんだけど、そこにねすげえ雰囲気が似たトンネルが、これなんですよ。見てください。L 結界密度が薄くなってきたぞ。安全に聖地巡礼できそうだ。いいんじゃない？やべえ、トンネルの中歌いたくなってきちまった。歌っていいですか？初めてのルーブルはなんてことはなかったわ。私だけのモナリザ、もうとっくに出会ってたから。初めてあなたを見たあの日動き出した歯車、止められない喪失の予感。もういっぱいあるけどもう一つ増やしましょう。Can you give me one last kiss? 忘れたくないこと忘れたくないこと。トンネル最高。シンジ君の気持ちでトンネル通過できました。大好きだったアスカに蹴られてレーションを口いっぱいに突っ込まれて、悲しいよアスカ。また L 結界密度が濃くなってきたけど、2個目の聖地発見。
これ L 結界密度の中、健介と合流するためにね渡った、踏切になります。この時のアスカの、複雑な心中、ガキシンジと対照的な温かく包み込んでくれる健介。本当はシンジ君に幸せにしてほしいけど、ガキのまんまのシンジ君じゃそれは無理。お、 L 結界密度がまた薄くなったな。ここはどこなんだ？なんかアスカの匂いがする。ここは劇中の位置関係だと第三村の外れ、健介とアスカのアイノスがある無人駅仮なんです。ひょっとしたらひょっとする、って感じですかね。ちょっとね形がやっぱり違う。劇中で見た健介とアスカのアイノスとは形が違う。ひょっとしたらもう一つのね聖地に同じ形、全く同じ形の駅があるのかもしれないけど、まずはね、位置関係から、第三村の位置関係から、この駅が、健介とアスカのアイノスということにまずしておきましょう。でもいいね、この雰囲気。なんかね、やっぱり旅するのっていいね。自転車で旅するのすげえ最高。さあ太陽ちゃん、そろそろ、次の聖地を求めて、行きましょうか。また L 結界密度がきつくなってくるけどね、頑張って聖地巡礼やっていきましょう。そんなわけで二俣本町駅、を後にして、次なる聖地第三村のモデルとなったね駅目指して足ちぎれるまでぶん回すぞ。ここじゃん。ちょっと横断歩道から渡りましょう。やべ、通り過ぎた。聖地を発見して興奮していてもね、斜め横断だったり道路交通法をね違反するのは NG なんじゃない？俺たち有料サイクリスト、ちゃんと交通ルールを守って渡るぜ。いやでもこのワクワク止められねえ第三村のモデルとなった駅目の前にある。もうワクワクが止められねえよ。押しボタン式横断歩道早く青になれ、そんな気持ちだ。よーし、迷わずポチッとな。今週のびっくりドッキリメーカー。あれ、なかなか青にならない。ちょっと待ちましょう。で、目の前のタバコ屋さんの自販機、これ健介と合流したところに似てるけど、ちょっとわかんないな。俺の考察ではね、ここが、その聖地になります。で、ここ普通の自転車用の、駐輪場があって、目の前にバイシクルラックもあります。いいんじゃない？さすがに駅前はねビレが設置してくれたL 結界密度を薄めてくれる装置があるみたいでね、俺たち普通に走行することができます。それじゃあこのバイシクルラックにチャリンコ止めて、ちょっとまずは駅構内見学してみよう。グッズとか売ってるかな？ワクワクだぜ。そんなわけで切符売り場脇の、期間限定エヴァンゲリオングッズ販売店でね、グッズを買って転車台見学の記念切符をね購入して、これから、転車台見学行っちゃおうと思います。そんなわけで天竜二俣駅のスタッフさんのご案内で転車台ツアーのメインスポット、向かっています。その途中でね、昭和15年にできたこの、施設、いろんなところすげえ貴重なね建物をね見学させてもらってんだけど、あれこの辺りひょっとしてアスカとケンスケのアイノスに景色がちょっと似てるなーなんてね今思ってるんですよね。この時もっとね調べとけばよかったなんて思っています。そしてここが劇中度肝を抜かれた転車台広場。そろそろね転車台開店するみたいです。それではここからしばし、私のナレーションカットで転車台の開店と、そして電車の、機械音お楽しみください。
近すぎる。アクションカメ、お、なんだなんだ。あ、回った回った。おっせえ。レールで操作してる。ああ、下のね。そこが動いてる。なんかあそこ歯車が回ってる。面白い。すごい原始的だね。でもそこがいい。機関車の時と全く同じですね。あ、これは見せるための電車だ。出るの。あ、出た。音がすごいね。動かしてどうかった。転車台広場の景色、映画劇中の雰囲気と迫力をそのままにすげえ楽しむことができた。いやー、わざわざね、300キロぐらい車で走ってね来てよかった。そして自転車でね聖地巡礼、すげえいい最高の一日になるなこれな。それじゃあ次は劇中当時の診療所となっていたね、博物館見学していこうよと思います。このアングル、新庄原、駅のねこの看板、多分劇中でね気づいた方もいらっしゃると思います。庵野監督のすげえところといえば、この実際の景色とアニメ劇中の中の景色、見事にシンクロさせるってとこかな。まさにシンクロ率無限大って感じだよね。いや興奮が止まんねえよ。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。いやー、エヴァファンの荒木高面ジュニアも連れてくればよかったな。今回趣味のね友達と来てしまったんで荒木高面ジュニアいないんですが、いつか荒木高面ジュニアもね連れてこれたらと思っております。いいね。いや興奮が止まんねえよマジで。でこれが転車台。これシンジ君が、見た景色そのまんまだよね。で今右側にいる電車、これあれかな、綾波のそっくりさんが田んぼ仕事をやった後におばちゃんたちと一緒に入ったお風呂のねモデルとなった電車かな。なんかすげえほっこりする。そしてこれが、当時と委員長が住んでいる家、のモデルとなったね建物になります。すげえ雰囲気あっていいんじゃない？はい、まず先頭の方の左手側、日本庭風のお庭がご覧いただけます。こちら国鉄が始まりでしたので、機関庫を持っているところ安全祈願を行えるようにということでね、わざわざ日本庭風のお庭が作られております。現在もお社を設置してございまして、年に一度安全祈願を行っております。洗濯室、間取りは当時のままですが、洗濯機は全自動を使っています。はい、こちらね、左手側、窓から覗いていただくとタイル張りのお風呂がご覧いただけます。蒸気機関車に乗る乗務員さんがすすだらけになって帰ってまいりますので、もうお風呂は完成した状況で昭和15年建築がされております。はい、お手洗いも便所という表記がね、懐かしい表記になっております。従業員専用なのでお客様ご利用いただけませんので、お手洗いは駅舎の方に戻ってからお願いいたします。つうわけで今回は自我境界を失い LCL 化することもね恐れず、
L 結界濃度の濃い世界をロードバイクで駆け巡り、新エヴァンゲリオン劇場版の聖地巡礼、第三村のロケ地となった、ね、モデルとなったこの天竜二俣駅、転車台ツアー、参加してきました。エヴァンゲリオンファンだけではなく、小さなお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめるね、場所となっておりますので、ぜひね皆さんもぜひ一度お越しください。今日の動画楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえたのなら、いつものように高評価、チャンネル登録よろしくなんじゃない？それじゃあ次回の動画でまた会おう。あり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 アリベデルチ、さよならだ。荒北仮面は新エヴァンゲリオンの聖地からクールに去るぜーす。やばい運転手がいたらやばい運転手がいた。 OK。